ねえヨウム、この曲めっちゃ明るくない？まるで、ナポリの太陽。はい、これはチャイコフスキーのイタリア奇想曲です。彼がイタリア旅行中に書いた作品なんですよ。へえ、チャイコフスキーってもっとシリアスな作風だと思ってた。実際そうですね。でもこの曲ではイタリア民謡が万華鏡のように現れます。明るさとカラフルさが元気をくれる名曲です。落ち込んだ時に聴きたいかも。この動画ではイタリア奇想曲の背景や聴きどころ、バイオリン弾きの視点もお話しします。音楽を愛するすべての方へ、ぜひお楽しみください。チャイコフスキーは19世紀ロシアの作曲家です。この曲を作ったのは40歳の年末年始、イタリア旅行中に生まれた曲なんです。なんでイタリアだったの？たまたま？いえ、実は彼、人生で36ヶ月もイタリアに行っています。ますますなんでイタリアだったの？初めて訪れた時に感動を受けたからです。最初は1年前、離婚のショックから立ち直るための保養で訪れました。離婚？以前の解説でも言ってたわね。今回は詳細は省略しますが、それはひどい別れ方をしました。そして保養で訪れたイタリアの風土に感動したのです。ダビデ像の迫力、フィレンツェの田園風景。彼はパトロンのフォンメック夫人に、ローマの街は見るものが多すぎる。と手紙を書いたほどでした。それくらいイタリアが大好きだったのね。そして翌年も訪れ年末年始を過ごしたんです。イタリア奇想曲はこのタイミングで生まれました。へえ、そんな背景だったのね。補足ですが、彼は子供の頃からイタリア音楽に親しんでいました。お気に入りの国だったのかもしれませんね。イタリア奇想曲ってどんな曲なの？簡単に言うと、明るくて華やかで万華鏡みたいな曲です。万華鏡ってことは、次々に景色が変わる感じ？はい、イタリアの民謡旋律が次々に現れます。全体は5つの場面に分かれていて、各旋律がカラフルに展開していくんです。チャイコフスキーの中ではかなり明るい部類です。実際、彼はこの曲について手紙でもこう書いています。私は数日前から民謡の旋律を元にして、イタリア奇想曲のスケッチを書き始めました。民謡集から選んだり、また路上で耳にした旋律から選んだり、どれも素晴らしいもので、良い作品ができるでしょう。すごい、現地の音を取り入れてるのね。なんか、チャイコって結構暗い曲が多いけど、この曲はある意味レアなのかしら？この曲はズーンというよりも、イタリアの明るい空気が前面に出ています。なんかもう聴きたくなってきた。では、実際に聴きながら曲を追っていきましょう。わあ、景気いいわね。このファンファーレは宿の近くで毎夕響いていたもの。イタリア騎兵隊の宿舎から聞こえたらしいです。言われてみると文学っぽいかも。そこから弦のエレジーが続きます。哀愁漂うメロディー。特徴的な音階で味を出していますね。そこに金管の3連符が彩りを加えています。すごい。もう異国感たっぷりね。このテーマ、いろいろな楽器で演奏されますが、その度に違う情緒が現れてとても味わい深いです。さて、エレジーが終わると、屈託のない民謡旋律。これは、美しい娘さんというイタリア民謡です。確かに裏表がなくてとっても伸びやか。南国っぽい情緒でとても軽やかなんですよ。雰囲気が一気に変わっていいわね。私もこの旋律は大好きです。続く第2部は名人芸的なパッセージです。なんだか人々の活気が伝わってくる。まさに祭りのような明るさです。バイオリンのグリッサンドも登場、華やかです。なんか難しそうね。まあ、外したらご愛嬌って感じですね。どうしたの？いえ、過去の失態を思い出しただけです。その他にはコルネットのソロも聴きどころです。全体的に金管楽器の技術が光ります。技巧的な活躍にも注目ね。今流れ始めた音楽も舞曲風で素敵ですね。バイオリン両パートともに美味しい場面です。第3部はタランテラという民族舞踊です。
タランテラって何？イタリア発祥の高速な舞曲です。早すぎて踊る方も目が回るそうですよ。最初こそピアノで始まりますが、後半は熱気を帯びてきます。タンバリン、シンバル、鍵盤にも加わってきます。なんかスケール大きくなってきた。だんだん感情の高まりも見えてきます。第4部では最初の民謡が力強く再登場します。楽譜の指示も豪快そのものです。これなんて読むの？フォルテシッシモラルガメンテッシモです。もはや韻踏んでる。ここら辺に来ると演奏者はだんだんバテてくるんですよ。そうなの？音楽は楽しそうだけど。いやー。1ページくらいフォルテシッシモしか書いていないんですよ。何回書けば気が済むんや。そしてラスト、熱狂的なコーダへ。これまでの旋律が一気に現れて、最後は爆発的に終わります。まさにイタリアの陽気さ全開って感じね。ところでヨウム、この曲って、弾いててどうなの？実は、バイオリンは思ったよりとっつきやすいんです。意外。もちろん基礎技術はいりますし、派手な見せ場もありますが、全体としてさほど無理はありません。特にセカンドバイオリンは音域も穏やかで弾きやすいです。私もジュニアオケで弾きました。おお、ガチ体験談。その時はセカンドでしたが、楽しかったですね。まあ弾けてたかは怪しいけど。じゃあ、部活とかでもチャレンジできそう？弦楽器的にはそうですね。ただ、この曲は金管の技術や体力の方が重要だと思います。じゃあむしろ、よくジュニアオケでできたわね。一応、オーディションで集められたので、神田の子は相当上手かったと思います。それはともかく、弦楽器弾きとしても盛り上がって楽しい曲です。というわけでエンディングです。イタリア基礎曲、いかがでしたか？普段とは違う雰囲気ですごく楽しかった。今度は全曲聴いてみたいわね。彼の心が解放されたような作品です。もしかしたら、イタリアの雰囲気に憧れがあったのかもしれませんね。それでは解説はここまでとします。次はどうするの？ちょっと思考を変えて、弦楽四重奏のおすすめを紹介しようと思います。初めての方でも聴きやすい曲をご紹介します。了解、知ってる曲が出るかもしれないわね。今回のより詳しい内容はブログに載せています。興味があれば概要欄からご覧ください。最後までご視聴ありがとうございました。